健介くん、いるかい？入るよ。やあ、邪魔をしたね。手持ち無沙汰に見えるね。それならちょうどいい。私に付き合うつもりはないかい？ああ、参りたい神社があるんだ。一人で行くのも退屈だから、健介くんもどうかと思ってね。相変わらずだね。いちいち人を垂らす言葉が出る。面白いね、君は。君の天賦の才がだよ。まあいい。私に付き合ってくれるんだね。じゃあ準備してくれ。ここで待ってるよ。好天に恵まれて何より。何、大した距離ではないよ。たまにはこうしてのんびりと湖のほとりを散歩するのも悪くはないだろう。そうだね。唐崎神社だよ。知らないのか？有名な神社だよ。そうなのか。幅広い知識を持っているのに意外なところが抜けてるんだね。かくいう私も実際にもう出るのは初めてだけどね。あ、見えてきた。あれじゃないかな。見たまえ、健介くん。おそらくあれが有名な唐崎の一本松だよ。来てよかった。唐崎の松はぜひ一度この目で見たいと思っていたんだ。これは見れば見るほど。健介くん、見てごらん。ここから見ると琵琶湖の眺めに一層松が美しく映えるよ。ん？どうしたんだい？何がだい？戦のこと以外考えてないように見えるかな。素直に言うね。
いや、わかるよ。それに君の印象は正しくもある。実を言うと際立ってここに興味はない。この美しい一本松を見て感じ入ったのは事実だよ。けど私がここに来たかった理由は、唐崎の松が世間で言われているほどの実際大したものなのか、この目で確かめたかったからさ。何事のいい悪いも人の噂からではなく、自分の目で見て耳で聞いてこの手で触れて判断したいんだよ。何か評する前にまずは己が直にそれを知るべきだろう。そうでなければ意見は述べられない。ただそれだけの理由なんだ。唐崎の松、あ、いや、軒端の松という名の方が正式なのかな。事の御立牛丸が植えたとされる由緒正しき松だそうだ。とはいうものの、私は由緒に興味はない。この勇壮な枝ぶりや淡海の円形にただただ感じ入るばかりだよ。おや、健介くん、長尾の大将が嫁入りのようだね。私の言葉を理解した君の方こそ、なんて夫だと言いたいけどね。いかに？おっと、これはいかん。本振りになってきたね。このままでは二人とも淡海で泳いだようになってしまうよ。どこかで雨宿りをしよう。ああ、平気だよ。うん。失礼。大丈夫さ。濡れたからね。冷えてくるのも道理か。
神の住まいで火を焚くこともできないしね。困ったな。どうしようか。我が身一つなら問題ないが、軍師の立場では風邪もひけまい。健介君、打つ手はあるかい？